なんか疲れてそうに見える。そう言われたことありませんか？気力が出ない。疲れやすい。その原因はいろいろ考えられます。睡眠不足や栄養の偏り、そしてストレスなどの精神的な負荷。でも、もう一つ意外なあることが関係しています。それが姿勢と表情です。顎が上がるという言葉があります。顎が上がるというのは、どこか気が抜けていたり、力が入らない状態を表す言葉です。さらに、顎が干上がるという表現は、生活が苦しくなるという意味でも使われます。こうした言葉からわかるように、体や姿勢は私たちの状態と深く結びついています。これまでの動画でもお伝えしてきたように、体の姿勢やポーズは神経や脳と密接に関わっていて、思考や感情にも影響を与えています。今回はその中でも、顎が上がるという状態にフォーカスして、体と神経、思考のつながりを一緒に見ていきましょう。まず、顎が上がっている人をイメージしてみてください。なぜ顎が上がるのかというと、猫背やストレートネックによって頭が前に傾いてしまうからです。そのままだと視線が下に向いてしまうため、前を見るために顔だけを持ち上げる。その結果、顎が上がった状態になります。この姿勢の時、どんな表情になっているのか想像してみてください。どこか力が抜けていて、ぼんやりして見える。いわゆる、ふぬけ。ネドジュンさんがよく表現されている負脳、いわばお腹の脳である右脳がうまく働いていない状態。そのため、どこか力が抜けていて、やる気がなさそうな印象。一方で、背筋が伸びていて、胸が開いている人はどんな印象でしょう？表情や全体の雰囲気から意欲やエネルギーを感じられるのではないでしょうか。実はこうした見た目は、この姿勢でいることで顔の輪郭は崩れやすくなり、フェイスラインがたるみ、顔が縦に間延びした印象になります。さらに重要なのが意外なことに、舌の位置、ベロの位置です。本来、舌、つまりベロは上の顎に軽く吸い付くように収まっています。これが顔を内側から支える見えない土台になっています。舌は顔の内側にある見えないハンモックのようなものです。しかし、顎が上がる姿勢になると、舌は自然と下がってしまい、頬や口元が下がり、ブルドッグフェイスラインになりやすい。フェイスラインが崩れて二重顎になりやすい。顔が縦に伸びたように間延びしたような顔が大きく見える。といった変化が起きます。つまり内側の支えを失い、重力にそのまま引っ張られる状態です。顔が少しずつオフモードの表情になっていくイメージです。そしてこの影響は顔だけにとどまりません。舌が下がると気道の安定性が低下し、呼吸が浅くなります。さらに顎が上がった姿勢と合わさることで深く呼吸しにくい状態になります。その結果、体は慢性的にエネルギー効率が落ち、疲れやすくなります。またこの姿勢は猫背や巻き肩、ストレートネックとセットで起こるため、肩こりや頭痛、だるさといった不調にもつながります。そしてその疲れはそのまま表情として現れてきます。表情は感情の結果だけではなく、感情を作る材料にもなっています。例えば口角が下がる、目がぼんやりする、顔の筋肉があまり使われない。こうした状態が続くと脳はそれを受け取って、今は元気がない状態なんだな。活動できてはないモードなんだな、と判断します。つまり、表情が後から感情を決めていくのです。舌が下がり、表情が変わることで、なんとなく気分が上がらない。
やる気が出ない、ぼんやりする、前向きな発想が出にくいといった低空飛行の感情状態になりやすくなります。落ち込んでいるわけではないのに、じわーっと元気が出ない、そんな質感です。そしてこの状態になると脳は安心して大きく捉えることができず、どうしても視野が狭くなります。その結果、細かいことが気になる、ネガティブなことに意識が向きやすい、先のことを考えると不安になるといった思考の癖が生まれてきます。さらに顎が上がることで視線もわずかに上方向にずれていきます。これは一見小さな変化ですが、体の感覚としては今ここから少し離れる方向のずれです。地面にしっかり立っている感覚よりもどこかふわっと浮いたような不安定な感覚。これはいわゆる地に足がついていない状態です。すると意識は現実の感覚よりも頭の中のイメージや思考に引っ張られやすくなります。いわゆる動こうとしても動けない、ぼんやりしてエネルギーが湧かないという状態です。このように姿勢から表情へ、表情から思考や感情へ、そして思考や感情はまた姿勢へと戻っていく。すべてがつながり合い、影響し合っている関係です。もちろん神経や脳、体調とも密接に関連し合っています。ではどうすればいいのか。今回ご提案するとても意外な方法は、顎が上がるという姿勢の崩れを意識を思考から感覚へ戻すきっかけとして使うということ。崩れた姿勢は身体感覚へ戻るサイン。いわばネガティブな状態をそのまま気づきの入り口に変える逆転の発想です。このチャンネルをご覧の多くの方は思考から感覚へ意識変異をしようと取り組まれていると思います。でもなかなかうまくいかない。そんなもどかしさを感じている方も多いと思います。通常は自動思考に気づいて身体感覚に意識を向けるという流れですよね。そこにもう一つ、姿勢の崩れに気づいて身体感覚に戻るというルートを加えてみてください。つまり、感覚へ戻る入り口を増やすということです。努力ではなく気づきの回数が増えていくイメージです。例えば、顎が上がっている、猫背になっている、反り腰になっている。こうした姿勢の崩れに気づいたときは、多くの場合、意識が思考に引っ張られている状態です。そこで姿勢に意識を向けて状態を整えようとすると、自然と意識や身体感覚に戻り、思考は静かになっていきます。姿勢を整える上で、実はとても意外で、そして最も大切なポイントがあります。それは、脳と神経、そして体の感覚のつながりを本来の状態に戻すこと。つまり、自分の体の感覚をしっかり感じることです。今の自分の体がどんな状態なのか、それがわからなければ、崩れた姿勢や体の使い方のままで過ごしてしまいます。ですが、現代の私たちは意識が思考に向きすぎていて、体の感覚が鈍っている。こんな歩き方だと体の様々な箇所が痛いだろうな、疲れやすいだろうな、そう感じるような歩き方をされている方がたくさんいらっしゃいます。少し話は広がりますが、昔の日本人、特に江戸時代から明治初期の人々は、現代人よりも小柄でありながら、驚くほどの脚力や持久力、そして合理的な体の使い方を持っていたと言われています。走り方や座り方を誰かに教わるわけでもなく、それでいて最も無駄がなく能力を引き出す動きを自然と身につけていた。なぜそれができたのか。もちろん運動量が現代とは桁違いであったということはあります。それ以外の意外な違い。これはあくまで私の憶測ですが、
意識が体の感覚にしっかり向いていたからではないかと思います。最もパフォーマンスの高い体の動き方、使い方を誰に教わるでもなく感覚として分かっていた。一方で現代の私たちは意識が思考に偏りすぎて体の感覚がよくわからない。体を痛めたり疲れやすくなる使い方をしていてもそれに気づかない。様々な不調の原因がまさか姿勢にあるだなんて思いもつかない。正しい動き、治すための情報は溢れているのに、それを実際に身につけることが難しい。治すことができない。体の感覚に意識を向けていないと、体の効率的な使い方も治し方もわからないんです。脳と体と神経のつながりが弱まり、ホモサピエンスという能力が眠っている状態。感覚に意識を向けることで、その眠っていた神経が少しずつ目を覚まし、体の使い方が自然と整っていきます。そして体だけでなく、脳のパフォーマンスも一緒に上がっていきます。最初は姿勢を整える感覚がよくわからないかもしれません。でも大丈夫です。意識を少しずつ向けていくことで、神経と感覚はゆっくり育っていきます。これは思考を減らしていく過程も同じです。最初はうまくできなくて思考が暴れ出します。よくわかんない。これ合ってるのかな？できてるかな？そもそもこんなことして効果ある？思考は意味を求めます。それでもただ意識を体に向け続けることで少しずつ思考が静まり、思考が静まった状態をただ淡々と続けていくことで少しずつ変化が生まれてきます。だから思考を減らすこと、そして姿勢を整えること、この2つをセットで体の感覚に意識を向けることを続けてみてください。すると、どちらか一方を頑張るよりも、両方が自然と進みやすくなっていきます。では、具体的実践方法です。姿勢の崩れに気づいたら、体の感覚を感じながら、姿勢を整える動きを行います。具体的な動き方は、この後最後にご紹介します。最初は必ず、正しい姿勢がわからない、効果が感じられない、こんなことして何の意味があるの？そんな思考が必ず出てきます。ですがあまり意味を求めず、ただ感覚を感じていれば OK とします。できない、わからないという不足感が強くなってきたら、一旦姿勢を整えることから離れます。そして目標を思考に減らすに切り替えて、意識を感覚に向けます。すると意外なことに思考が静まりやすくなっているかもしれません。どちらかがうまくいかないとき、もう一方が助けてくれます。もう一方が進んでいることがわかると、できない思いが減っていきます。このように目標を交互に切り替えていくことで、できていない、頑張らなきゃというプレッシャーを減らしながら無理なく進んでいくことができます。できていないに意識を固定されず、一つだけに集中するよりも、両方を交互に行うことにより、両方がスムーズに、頑張った感覚なく進んでいきます。整えるのは力ではなく感覚です。では最後に、顎が上がり、舌が下がる姿勢を整える体験をしてみましょう。まずは舌、ベロです。舌を上顎にぴったりとくっつけてみてください。理想は舌の根元から舌全体を上顎にぴったりと張り付いている状態です。全くできないという方が多いかもしれません。でも大丈夫です。顎と首の位置を調整すると、
感覚が変わってきます。では、顎と首の位置を整えていきます。画像の右の姿勢を目指して、後頭部を真後ろに引きます。ポイントは、顎を引くというより、鼻の下、上唇あたりを後ろに引き込む感覚。そして首の後ろがスーッとまっすぐ伸びていくように。首の付けにフックがつき、そこから天井方向に引っ張り上げられるような、そんなイメージです。では、呼吸を合わせていきます。吸って、吐きながら後頭部を後ろの壁に押し当てるように。背筋をスーッと伸ばし、お腹薄く。吸って少し緩め。吐いて、一度肩首の力をストーンと緩めます。繰り返します。吸って、吐きながら頭を真後ろに引いて、頭頂が上に引き上げられるような感覚。吸って少し緩め。吐いて、力をふわーっと緩めます。これをご自身の呼吸のペースで何回か繰り返し行ってみてください。最初は正直全然よくわからないと思います。よくわからなくてもなんとなくでいいので感覚を感じながら呼吸を繰り返していきます。わからなくても感じようとすることで脳と神経、そして感覚のつながりが育っていきます。この時、腰が反りやすくなるので、吐く時にお腹を薄く保って、体の内側の圧を優しく支えてあげます。こうすることで、いわゆる腹が据わる、文字通り気力も高まります。吸って、吐きながら後頭部を後ろに押し出し背骨スーッとお腹薄く吸って一度ふわっと緩め吐いて全身の力をストーンと緩めます。これをご自身の呼吸のペースで目を閉じながら何回か繰り返し行ってください。意識を体の感覚に向けて、キューッと伸びる様子と、ふわーっと緩む様子。首の位置や頭の位置が動く様子。首の後ろがまっすぐ伸びる感覚。それらを感じようとしていきます。この単純な動きに同じ動作の繰り返し、一定のリズム、これをただひたすら感じる、味わうと繰り返していくと、徐々に思考が静かになってきます。では、あともう一度、吸って、吐きながら頭を後ろに押し出し、
首の後ろまっすぐお腹薄く背骨スーッと吸って一度ふわっと緩め、吐いて全身の力をストーンと緩めます。はい。では一度動きを止めて、頭の位置を後ろの壁に押し付けるようにしてみます。首の筒をまっすぐにする感じ。頭の位置と首の位置を調整した状態で、最初に行った下、ベロを上の顎に押し当ててみてください。どうでしょうか？最初よりなんか下の位置が上顎にくっつく感覚が出てきたでしょうか？首の位置が整うと自然と下の位置も整ってきます。首と舌が本来の位置に戻ることで気道が広がり、呼吸もしやすくなってきます。この運動を少しずつ習慣にしていくと、顔周りやフェイスライン、表情の印象も柔らかく変わってきます。そして気づくと思考も静かになっているかもしれません。それはあなたが意識を体の感覚に集中させていた結果です。このように姿勢、表情、思考、感情は一方通行ではなく、ぐるっと巡るようにお互いに影響し合っています。姿勢が変わると表情が変わる。表情が変わると思考や感情が変わる。体と心は一つのループでつながっています。思考の問題は思考からではなく、体からアプローチするとスムーズにほどけていくのかもしれません。